外人ね、まあちょっとヨーロッパ初めていいから映っちゃって外国行った話。ドイツですね。やはり日本庭園と、いろんな日本的な雰囲気を出してくれと、またあと生活しやすさ、日本庭園だけを作ったわけじゃなくて、そういう今ビフォーアフターですから問題解決という形でやりましたから、で時間が限られて、もう本当に廃材のスタイリストでした。でそれで日本的なものを作っていきましたからね。だから一番面白かったですね。集大成みたいなもんですね。こっちから持ってったのは竹ぐらいかな、1本。あとは全部で向こうで調達したやつで日本的なあれをつくばいなんかもタイヤで作りましたもんね。それから光悦なんて塩ビで作っちゃった廃材のね黒の塩ビを折ると節になって最高にいいでよくいい感じになったし、で竹を巻くっていうのも向こうのすだれを利用したり、竹のねこんだけ1メーターぐらいの毛藻竹を持ってきてもらったぐらいですか。いややっぱり向こうの方は自分たちの庭を自分たちがやるという考え方ですから、だからホームセンター行ったってもうプロ仕様のやつもほとんど入ってるという。プロも買いに行くし一般の方もで、それがプロがやんなくても一般の方も時間をかけて自分たちで作るというなんかシステムでね。いやもうパワーがね違う。もうとにかく固定はもう長いし、もうなんか日本の固定向こうこんな長いこともう全てがベンツ全てがダイナミックだけどもう職人同士って同じ目標でいくと作るものは一緒だから、ただねドイツやっぱり自信がないから構造的にやっても自由。俺一番いいと思う。もうこうでもいいじゃん、自信が揺れないんだから。だからもうレンガでもどんどん積んで、あんなに積んだって揺れないんだから、だからほとんどねレンガだもんね。鉄筋を入れてコンクリート打ちっつうのはなくて、だから生コン頼むのなんて民間で珍しいっつ言われましたもんね。そんなのを吸ったってすげえベンツの大型のミキサーが来ちゃってね参った。だからそういう個人でだから自信がないっつうことは、これはやっぱり建物を作るデザイン的なものにおいても面白いもんできるわけだよ。これはこんなもん上がっちゃってたってね平気なんだから、やっぱりレンガだけで一つああやって面白いものができるっつうのはやっぱり素晴らしいなと思いましたね。本当にもう一度行きたいなと思うぐらいです。だからドイツの話があったもんで、イギリスは
もうイギリスの場合はもう日本庭園という日本庭園を作ってくださいということで、こっちから石必要なものだけはこっちから送りました。だけどそれでもイギリス行ってあるものを利用して日本庭園風の塀をね作ったり、向こうの木塀をちょっとひさしを出して竹を半割りにして傘にして、それで全部和風っぽくにしたっつうか。あとは足んないものは向こうで購入っつう形で、植物なんかほとんどイギリスの場合やっぱり日本の植物が結構あって、それもやっぱりホームセンター利用してもらって、全然逆に向こうの人は日本の例えば鳥居を日本庭園に入れちゃったり、まあそういう感覚で作ったからだけど結構ね木橋を作ったりで飛びして渡りをこう作ったりで、それまあ灯籠なんかも掘ったような灯籠を持っていきましたから、ある程度ちょっと日本人が見ても構成的にはおかしくないかなというものを作ったつもりでいますね。露天風呂も作ったもんね。東屋の中の露天風呂っていう。だからイギリスって地球をもうなんか日本にしたみたいな、他の国が日本は隣の国はあれじゃん、なんか長野がスイスよ。アメリカ行きたいと思うんですよ。なんかアメリカのニューヨークとかワシントンとかそういう都会じゃなくて、なんか田舎南部のまあどこかわかんないですけど、そういうところには行きたいなと思うんだよね。アメリカで庭を作りたいとは思わないですよ、個人のね。逆にアメリカは日本造園技術、庭を作るより造園の技術、それをパフォーマンスにしたい。例えば剪定タタタタつってああや木乗りしてあんなボサボサのやつを一人の人間がタタタタタつって一回り小さく自然で柔らかい木にする。もうアメリカ行ったらそういうパフォーマンスをやりたい。造園技術のパフォーマンスをアメリカでやってる中もうちのスタッフでいますけど、それには教えてない。そういうことをやられちゃうとやばいからいや絶対日本人から言ったらそれやるべきだと思う。中国似合うでしょ。だから中国の方はもう中国の本来のね文化がこうあって、だから日本人はそれをかじってきて吐き出したのが形が変わっちゃってるんだよね。これが日本文化だと思うんで、こうなった。これはもともと中国のあなたたちの力なんですって言いながら仕事をやりたい呼ばれたら、もうそういう感覚で中国の良さをかみしめながらこう表現していきたいです。中国も行きたいですね。あともう終わり。